はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月後半のタロットリーディングをさせていただきます。いつものように星の話も入れながら、そして最後はオラクルカードも引きますので、最後までぜひご覧ください。それから6月9日に占星術数秘フェスに出させていただくことになりました。これは占星術が初めての方でもちょっとした情報で深く自分のことが知れるよということで、日常に生かす占星術のお話をさせていただきます。でこれはリアルな会場にお越しいただける方はぜひお越しいただきたいですし、来れないわという方もオンラインで受付していますので、よかったら概要欄から詳細の内容をご覧ください。そしてちょっと枠は少ないんですけども、そのフェスの中で個人鑑定もやっていますので、そちらの方もご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。ではいきます。5月の後半です。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。太陽が出てる。はい、女教皇ですね。逆1、そしてソードの6、そしてワンドナイト逆、ソードクイーン、ペンタクルスキング逆、ソードナイト、ペンタクス4の逆です。気をつけることや対策はソードの10とソードキング、そしてオラクルはカップクイーンです。逆位置ですけれどもカップクイーンです。すごいコートカードがいっぱいですね。まずちょっと星の話をさせていただきたいんですが、この5月の20日以降っていうのは自分の世界が明るくなるとか、社会と関わるきっかけが多くなるとか、自分がどんな世界で生きていきたいかっていうものがだんだんと垣間見えてくるみたいな、そういったタイミングになります。そして5月23日もですね、いて座で起こる満月なんですが、この満月もすごく発展運がある時なので、自分にとっての豊かな未来って何だろうとか、自分にとっての豊かな社会とか生活って何だろうっていうことをすごく考えさせられて、夢が膨らむ感じなんですよね。でも同時に夢が膨らむんですけど、それを乗りこなすための自分は今どうなんだろうということで、自分のマインドや意識っていうのもしっかりと、意図っていうものをしっかりと持たなければ飲まれてしまいやすい時なので、自分が今一番必要としているのは何なんだろうっていうことを5月23日あたりはしっかりと思っておいてください。そうするとあまりブレないと思います。ちょっとカードでもたくさんの人が出てきていて、いろんな人の意見に惑わされやすいのかなって感じがするので、自分の大事にしたいものはこれだ、このためにやるみたいなものがしっかりあればいいなと思いました。そして5月24日以降はですね、華やかな社交運とか人気運とか恋愛運とか金運っていうのも社会のころに入ってくるので、乙女座の皆さんにとっては社会が明るくなる、本当に楽しくなる、人との付き合いが多くなるみたいな感じです。仕事運も出てきます。そして5月26日以降は今年の後半のテーマであるね、木星が双子座に入るよということで、いよいよ乙女座の皆さんは自分の世界を広げましょうとか、自分の望む世界のことで頑張りましょうみたいな、世界がグイーンと伸びるみたいな、広がるっていう感じがあります。ですのでここまで得てきた知識や経験を生かしてどんな世界を生きますかみたいなことを考えさせられるような2週間だろうなって思います。で非常にカードで見てもいろんな可能性っていうものをこれまでも考えてきたのかなと思いますし、リスクも考え、またメリットも考え、どうやっていけばいいかという対策も戦略も考えてきたっていう感じがあるんですね。で流れは非常にゆっくりとですけれども、後ろから押されているような、ちゃんと流れていくような状況になっています。でもこれってやっぱ一人で状況を切り抜けていくというよりも、誰かのサポートがあるとか、専門家のサポートがあったり、誰かが協力してくれたり、運勢が押してくれたりみたいな形で、いい形で進んでるんだなっていうのは思いますよ。そして自分が思うように動けなかったとか、もっとこうしたかったのにそこまではできなかったみたいな、ちょっと自分では到達できないとか未消化な感覚があったとしても、もう十分やったんです、ここまでみたいな流れがあり、自分が必死でやらなければ到達できないっていうわけではなく、ここまでの自分の経験を持って橋を渡れるよみたいな感じがあります。ですからガツガツしなくてもきちんと情報を整理して必要な人とつながれば、それでうまくいくって感じがするんですね。ただ今ちょっとだけ精神敏感になっているのか、ちょっと人疲れをしているのか、
その無駄に人と関わりたくないみたいな感覚があるかもしれませんね。まあ声かけてくれるのはいいけど自分からは行かないとかっていうのもそうだし、まあ情報は一応聞くけれども本当にその情報が信頼できるものかどうかっていうのはちゃんとこちらで判断しますよみたいなクールな感じもあります。そしてこれからやっぱりどのように仕事をしていくかとか、どのように自分がやりたいことをこなしていくかっていうことをやっぱ考えて、そしてチャンスが来たと思ったらもう一気に走り出すみたいな形で非常に忙しくなりそうなんですよね。でちょっとねお金を出してでも何かをするのかなって感じもします。ちょっとお金を出して学校に通うとかもあるかもしれないし、ちょっとお金を出して旅に出るとかもあるかもしれないし、引っ越しをするとか、あくまでもこれは理想の世界に行くために必要な出費を払ってそういうの世界を手に入れるみたいな感じがあるんですね。でものすごく意識的には本当にこう気を抜けない感じっていうか、めちゃくちゃ考えて、そのさっき言ったリスクもだしメリットも考えて、どのタイミングでどう動くかみたいな、そのミスをしてはいけないみたいなね、そういうすごいこうキチキチしたエネルギーがあるんですけども、まあもちろんそれでもやっていけるんですが、一番カードがですね教えてくれてるのは、実は今この時期ね本当に豊かな世界が開かれようとしてるから、そんなにこうキーってなって絶対これをやらなきゃいけないっていうんじゃなくて、ゆったりと優しい気持ちでいてくださいねっていうふうに言われています。本来のその優しい気持ち、自分が持ってる優しさだったり、自分への優しさ、いたわりだったり、他者に対してのいたわり優しさを持ってそこを忘れなければ豊かな世界が広がるよみたいな感じです。例えば先ほど言った何か自分の理想の世界のためにお金を使うんじゃないかっていう感じがちょっとあるんですけども、それもわあこんなにお金使っちゃったからまた節約しないととか稼がないとっていうよりも、わあこれで自分の世界に一歩近づいたっていうようなこう喜びの感覚に浸ってほしいってことなんですね。でこれはもしかしてそのお金を出すっていうことではなく、今まで絶対にこれだけは守らなければいけないと思っていたことをやめるとか、それも非常に豊かなことです。まあ例えばですけど、これ私の話なんですけど、絶対にちゃんと家のことをやらなくちゃいけないみたいな、そういう家事とかちゃんとしなくちゃいけないって思い込んでいたものから、もう今は全くしないみたいな状態になってまして、もうそれを自分に許可したというか、絶対しなきゃいけないってことはないんだっていう風になってから、ものすごく楽になったんですよね。なんかそんな感じでこう自分が何者かであるかのために何者かであるためにはこれをしなくちゃいけないと思っていた固定概念や既成概念から逃れる外れるっていうのもありますし、現実世界では何かお金を出して違う環境を手に入れたり価値あるものを手に入れるかもしれない。でせっかく手に入ったのであればそれを満喫して楽しんでほしいっていう感じです。一番大事なのは自分の中に芽生えているその嬉しさだったり楽しさだったり感性ですよね。そこを一番喜ばせてあげてくださいねっていうふうに言われています。なのでお仕事ではおそらく何かしらの動きがあり、いい形でちょっと頑張らなきゃいけないんだみたいなことがあるんだと思うんですね。でそれはね結構頑張れるみたいだし、その結果もいい結果までいくんだろうなって感じがします。でもすごいそこにはこう体力的な犠牲とか時間的犠牲もあるのかなって感じがあり、それでも達成できるからいいわっていうふうに思うか、せっかく達成できたんだから自分にご褒美あげようとか、もうちょっとゆったりと自分を収めながら達成していきたいなと思うかは、皆さんそれぞれですけどね。そして人間関係においては、その相手が何をくれるかとか自分は相手に何をしてあげられたかっていうような形とかものではなく、優しさや思いやりを意識的に伝えるようにしてほしいなと思いました。そうすることによって自分も受け取れますからね。なんかこう義務ばっかりこう自分が考えちゃって存在そのものがありがたかったっていうことを忘れがちな感じがするので、自分も同じくで何かをしてあげてないとかって思うよりも、自分の存在そのものが本当は価値があったんじゃないかなっていうことを自分で認めることで他者も認めやすくなると思います。なので少しなのでちょっとピリッとしたエネルギーがあるんですよね。それを意識的に自分で緩めてほしいという感じです。
本来は、もちろん何かしらの目標があるからそういうちょっとピリッとしたエネルギーがあるんだと思うんですけど、もうすでに豊かな状況がありませんかみたいな感じがあり、その豊かな状況だからこそ出てきた新しい可能性だったり新しい選択肢っていうものがあるかもしれませんねって言われているので、それってやっぱり楽しんでるとか喜んでるとかっていう感覚の中で見つかるものだと思うので、それを見つけてほしいなと思います。とってもね、星では運勢がいい時になるので、その忙しさに翻弄されすぎずに豊かさを優しさを感じていただけたらなと思いました。はい、そしてはいちょっとオラクルカードを引きましたけれども、相当バイブレーションということで、このカードを見て何かインスピレーションが湧きますでしょうか。どんなメッセージを皆さんは受け取りましたでしょうか。ぜひね、ご自身の直感を使ってメッセージを受け取ってみてください。そしてそれがどんなものだったか、よかったらコメントでシェアしていただけると嬉しいです。なんかいいですね。すごくやっぱりこの時期頭が働くんだと思うんですね。で、頭が働くっていうのは本当に考えて働くっていうことだけじゃなくて、やはりひらめくとか、なんか自然とそっちを選択したくなるとか、何かのサインに自分が気がつく。あくまでもその自分に必要なものっていうのは感覚で感じるんだっていう感じがするので、ぜひ感じてみてください。義務にとらわれすぎずに。とても聡明な感じです。プラスに言うと本当にものすごく聡明な左脳じゃなくて右脳でわかるみたいな感じもします。はい、ということでここまでにしたいと思います。また次回はね、5月末ぐらいに次の動画をアップしますね。はい、ぜひ豊かなというか、ちょっとゆったりとした自分のその感覚の中で楽しい選択をしていってください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。